はいどうも、ダギターチャンネルの山本です。自宅でアコギをレコーディングするのって難しいですよね。リテイクになった時なんかは、同じ音でレコーディングするのはほぼ不可能に近いと思います。ですので、今回は打ち込み用アコースティックギター音源を比べてみたいと思います。では、行ってみましょう。はい、今回もデータをご用意したんですが、各音源ともですね、マニュアルはあまり見ずに、感覚でやってますので、100% 使いこなせてるかと言われると、全然使いこなせてないと思います。ですのでですね、音質の違いなんかの、参考程度に聞いていただければいいかなと思います。一応基本的にはなるべく同じような感じになるように、データをそれぞれの音源ごとに調整して、なるべくいい音になるようにはしてあります。はい。では今回使用するデータの概要を説明していきたいと思います。コード進行なんですけれども、こちらのコードトラックにありますようなコード進行になっています。基本的にはキー C なんですけれども、結構ノンダイアトニックコードなんかもたくさん入れてちょっと凝ったコード進行にしてあります。結構頑張りました。で、右チャンネルは、基本的にコードストローク、左チャンネルはアルペジオ、そしてセンターチャンネルにメロディーラインを入れてあります。コードストロークとメロディーラインに関しては基本的にピック弾きの音を使うようにしています。アルペジオに関しては基本的にフィンガーピッキングを使うようにしています。ただ音源によってはこの区別がないものもありますので、それに関してはもう同一の音源を使わざるを得ないということで、同じ音源を使っています。はい。では今回使う音源の紹介を軽くしていきたいと思います。詳しくはですね、それぞれの音源ごとにまた別の動画を作ろうと思いますので、その時に詳しくご紹介したいと思います。まず最初はアンプルサウンドのアンプルギターのマーチンモデルですね。こちらはコンタクトや UVI といったサンプルエンジンではなく独自のオリジナルエンジンになっています。ストロークも簡単に作れますし、音色もフィンガーとピックですねもあります。で、アーティキュレーションなんかも豊富にありますので、しっかり打ち込めばかなりリアルに作れると思いますし、非常に扱いやすいおすすめの音源ではあります。ではちょっとストロークの音を聞いてみましょう。そうそう、まとめての比較は一番最後にやりますので、まずはストローク、アルペジオ、リードをそれぞれ4小節ほどだけ聞いていただきますので、ちょっと音質をチェックしてみてください。で、各音源ともほんの少しだけ、コンプレッサーやリバーブはかけてあります。ただどれもですね、同じコンプレッサー、同じリバーブがかかるように音源側に備え付けてあるリバーブやコンプは使わないようにしています。では聞いてみてください。はい。次にご紹介します音源は、アコースティックサンプルズさんのサンバード。こちらは1962年製のギブソンハミングバードをサンプリングした音になっています。で、結構細かく調整はできるようになってます。こちらとか、あとマイクロフォンの設定なんかもこちらでできるようになっています。アーティキュレーションの方は、そんなに多いわけではないですが、最低限はあるかなという感じですね。で、音の傾向はかなり生々しい感じですし、音の太さもありますし、
主張の方も結構強めな感じの音です。では、それぞれの音を聞いてみてください。はい、次にご紹介しますのは、8ディオのスチールストリングスですね。こちらは、コンタクトのフルリテールバージョン 5.5 以上が必要になってきます。で、こちらの音は結構丸みがあったので、低域を削って、高域を少し持ち上げています。で、正直ですね、使い勝手に関してはですね、このストラマーモードなんですけれども、結構打ち込みにくかったです。この辺はちょっとメーカーさん、改善していただけたら嬉しいなというところですね。ただですね、僕の方もしっかりと使いこなせてはないかなと思います。メーカー側のですね、デモ音源を聞く限りはかなりいい感じの音は出てるんですが、うまく、僕の方で扱いきれてない感じはしてます。では、音を聞いてみてください。はい。では、次にご紹介するのは、オレンジトゥリーサンプルさんのエボリューションスチールストリングスになります。こちらもコンタクト音源なんですけれども、こちらは無料のコンタクトプレイヤーでも動きますので、リテールバージョンを持ってなくても使えます。で、こちらはですね、マーチンの D16R をサンプリングしたものになります。で、先ほど言い忘れたんですが、8ディオの方は、マーチンの D の28をサンプリングしたものになります。で、こちらのオレンジトゥリーサンプルさんの方はですね、アーティキュレーションはかなり豊富にあります。で、ストランモードもかなり、設定しやすいです。これすごい使いやすいです。で、エフェクトなんかも結構豊富に入ってまして、いろいろ細かなセットアップもこちらの方でできます。音の傾向はですね、結構低域が出てて丸かったんですが、プリセットが結構豊富に、用意されてますので、プリセットによってはですね、結構しっかり高域の出る音に作り込まれているものもありますので、好みの音をですね、選んであげれば、結構使いやすいかなという感じですね。では、早速音を聞いてみてください。はい。最後にご紹介するのは、キューベースに付属のハリオンソニック SE3 から SR プレミアムアコースティックギター2という音色になります。比較的ですね、ハリオンの中ではまともじゃないかなっていう音色を選びました。ただ、やっぱり専用音源に比べるとアーティキュレーションとかもないですし、表現の幅はかなり厳しいですし、音色的にもリアリティには少し欠けるかなというところなんですが、こちらの方も比較対象として聞いてみてください。
はい。それではですね、それぞれのギター音源のアンサンブルを連続で流しますので、音源の違いを比較してみてください。では、参ります。はい、いかがだったでしょうか。各音源とも特徴があって、場面によってこの音源がいいかなっていうのは変わってくると思うんですね。で、補足としてちょっと、付け足しておくと、アンプルサウンドとオレンジツリーサンプルズに関しては、コードの認識の部分で少しレイテンシーがありますので、データをちょっと、早めに入れてます。他の音源は割とオンタイムでも認識が大丈夫だったんですけれども、この2つに関しては少しデータを前倒しで入れているという感じにしています。各音源とも時期によってセールがありますので、ぜひですね、セールのタイミングを見計らって手に入れてみてください。実際手に入れて使ってみないとわからないことっていうのがいっぱいあります。メーカーさんのデモを聞くとどれも素晴らしい音がしてるんですけれども、実際自分で使ってみるとあんな感じの音にならないっていうことはよくあると思いますし、音源によって自分にとって合う合わないっていうのがどうしても出てきてしまうと思います。ですので使ってみるまでわからないっていうところは結構あると思うんですが、なかなか自宅でアコギをレコーディングするのは難しいですので、その代替品としてこういうアコギ音源を検討するのもいいんじゃないかなと思います。ね、皆さんのアコギ音源選びの、参考になれば幸いです。ということで今日はこの辺にしたいと思います。よろしければ高評価、チャンネル登録をお願いいたします。また次回の動画でお会いしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。